自宅のベランダに1円から500円まで小銭が並べられていて、自転車のカゴの中とかコートのポケットとかバッグの中に小銭が入っている。小銭の神様だったんじゃないかと。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。なんか2人の番組みたいですけど。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回投稿階段ということでね、皆さんからねもう珠玉の階段を送っていただいて、これ紹介する回がよくあるんですけども、もうぴったりだなと思って、いや嬉しいですね。一緒にね階段を聞いていただいて、考察の方を、よろしくお願いいたします。だってもう大好きですもんね。もう顔がにやけてもう派生階段をこう思い出したら語っちゃいそうでものすごい長い回になっちゃうんじゃないですか。もう本当自由にですね、もう感想とかあと何か思い出したらって感じでもう本当にちょっとね、やっていただいたらと思います。よろしくお願いします。で今回6名の方のですね、階段を紹介させていただきます。小雲さん、そしてヤドカリさん、リンさん、そしてユッタンさん、バットツバメさん、そして最後が、ジャキオさんという、女性の方ですね、から送っていただきました。紹介させていただきます。こちら概要欄の方にメールアドレスがあります。そちらの方にですね今日紹介させていただく方2枚組のステッカーで、差し上げますので、ぜひ連絡先メールアドレスの方にタイトルステッカー係と書いて、その下にですね連絡先送っていただきたいと思います。時間かかってしまうかもしれませんがねステッカープレゼントしますので、楽しみに待っていてください。さあじゃあ早速いきましょうか。お願いします。まずちょっとこちらもう一つ目から、ちょっともうすごいんですけど、小雲さんからですね送っていただいたんですが、いつも楽しく見させていただいております。パジャマパーティーよくやってるんですけどもね、パジャマでこう階段ね、楽しく拝見しております。の時にねにゃんこちゃんの写真紹介していましたよね。私も同じような経験があると思いメールしましたっていう、これにゃんこちゃんって何かって言いますと以前ですねピッティちゃんという猫ちゃんを飼われていたんですが亡くなってしまって、でお骨をねお墓の方に納めて、でその時に振り向いて「ピッティ向こうでも元気で暮らすんだよ」って言った時にそちらの方をカシャって撮った写真があるんですよ。で非常に綺麗なね光のカーテンのようなものが映り込んでて綺麗だなと思った時に、なんか左側になんかシミみたいな黒いの見えるな、なんだと思ってそこをアップしてみたところ猫ちゃんが振り向いてるようなお顔で、もう飼い主の皆さんはもうピッティだピッティだって言ってその生前のねピッティちゃんの写真も見せていただいたんですけども、いやまさにピッティちゃんがなんか最後ねお別れをしてるかのような、すごく僕もグッときてしまうようなお写真があったんですね。でこの話を小雲さんですか今回ね見てもらったところ、いや私も同じ経験があると。めちゃくちゃ興味深いじゃないですか。ちょっと紹介してみたいと思います。我が家ではですねずっと犬を飼ってたんですけども、もともとですねフラットコーテッドレトリバーという大型犬のシンくんっていうワンちゃん、あとはねミニチュアダックスのモカというねワンちゃんを飼ってたんですけども、そこにですね三男坊としてやってきたのがトイプードルのココロという、ワンちゃんでした。ただですね先のワンちゃんたちがねもう10歳でそれぞれ亡くなってしまった。で最後ねココロくんだけ残るわけですけども、その時にみんなの分までねココロちゃん長生きしようねって話しながら育てていたらしいんですね。でそんなココロちゃんもう10歳もね軽く超えてもう18歳大往生で長生きされて、で老衰で眠るように亡くなったんです。でその時に「お疲れ様」という気持ちで送り出しました。でその時に言ったんですね。ココロちゃんがそっちに行くから、もともと飼っていたワンちゃん2匹ですね、シン、モカ、ココロちゃんのことよろしくねと言いながらお葬式の時に写真を撮ったんです。呼びかけながらと。するとなんと写真に
そのシンとモカが写っていたんです。これすごい。はい、生前の写真も載せておきますね。どうしても見ていただきたくて送りましたということなんですけども、はい、その心ちゃんを送り出したというお葬式でのお写真、シンとモカが写ってるということなんですが、その写真こちらです。どうぞ。こうね、ろうそくが手前にあってお線香をさしてということなんですけども、祭壇があって、そう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 、で真ん中にお花があって、でそこに、心ちゃんが眠っているという、でですね、はい、この煙がふわーっとこう上の方に上がっていって、奥の方に千手観音の像ですかね、見えるんですが、その左側の方に漂っている煙がどうやらそのもともと飼っていた2匹のワンちゃんに見えるんだという話なんですね。はい、ちょっとこれ分かりやすく、ちょっとね丸で囲っていただきまして、ちょっとねこんな感じなんですというふうにも書いてもらってます。それがこちらです。はい、ああ、正面を向いている2匹が縦に並んでいるんですね。ちょっとこう鼻が長い感じとかね、っていうところでモカシンとも書いてありますけども、モカちゃんくっきりしてますね。これもう一回ね、じゃあ元々の写真に戻していただくと、確かに手前の方のモカちゃんは、犬のお顔って感じするよなっていう。じゃあなぜねこの、小雲さんがそう思ったのか、生前の写真を皆さんご覧いただきたいと思います。生前のお写真がこちらです。いや、モカちゃんシンくん、モカちゃんシンくんですね。いやこの時にね、七不思議のモーモーさんが話してくれたんですけど、よくねこのペットが亡くなった時に虹の橋を渡っていくんだっていうね、で向こう側に行くんだっていう表現使われるけども、あれはちょっと間違いで、虹の橋の手前のこのねところで飼い主さんを待ってるんだって。で飼い主さんが向こうに行った時に一緒に虹の橋を渡っていくんだっていう、話があったんですけど、まさにそのもともとのね2匹のワンちゃんもまだそこで待ってて、で次来たこのね心くんのことを迎えに来てくれて、この3匹で今度はその飼い主さんたちをそこで楽しく仲良く待ってるんじゃないかななんて思いましたよね。でも世にこう遠くに行ってしまったのではなくって、実はすぐそばにいるかもしれないと、姿は変わってしまったけれどもこうして待ってるかもしれないっていうことですね。いいお話ですね。本当にその家族として犬や猫、こう一緒に暮らしている時間が長いと、その子たちが亡くなってしまった後も気配をすごく近く感じると、いうお話を伺ったりしますが、私の主人の家ですごく動物を大事に飼っているご家庭で、今でも猫たくさん飼ってるんです。3匹ぐらいいるんですけども、私の主人と2人で暮らしている家にも2匹猫がいて、でお正月とかに遊びに行く時に猫連れて行くんですけど、5匹の大所帯みたいな感じになるんですよね。でその光景が面白くって、ある時のお正月、その家族全員と猫全員みたいなこの一部屋で集って猫をみんなで眺めてたんですけども、別の部屋から猫の声がするんですよね。でその声っていうのが数年前に亡くなったその主人の実家で飼っていた猫特有のご飯を欲しがる時の声なんですよ。でもその声聞いた瞬間にもう本当特徴的なちょっとねマーンっていう間延びするような声だったんですけども、みんなそっちの方パーって見て、あの子まだいるねで、お仲良く過ごしてる子だったのでいてくれてるんだねって言って、不思議でも怖いでもなく、すんなりとその空間受け入れたっていうこともねありましたけども、やっぱり一緒に暮らしてるんだなと私も思いました、その時に。そうなんですね。いやすごいグッとくるお話で、いやちょっともうね本当にそう見えるっていうね、ことで送っていただいたんですけども、僕はもう絶対そうとしか思えないなと思って、この場でね、お別れの場でまたこの2匹の子たちも会いに来てみんな仲良くやってますね。本当に小雲さん素敵なお写真ありがとうございました。すごくないですか？いやちょっ
ともうこれをこうずっと味わっていたいですね。これがもうずっと続いていくんですか？この空間がもう幸せすぎますね。幸せなのは分かるんですけど、ちょっとずっとニヤニヤしてんのやめてもらっていいですか？ちょっと怖いんで、口角ずっと上がってますけど、はい真剣な顔だ。はい、行かせていただきます。はい、はい、続いてはペンネームヤドカリさんから送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもね動画楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。怪談というか不思議な祖母の体験談読んでいただけると幸いです。はい、熊本の祖母から聞いた話で、祖母がまだ若い頃のお話なんです。祖母の長男、私の叔父が小さい頃急に馬が欲しいと言ってきたそうなんです。時代ですね。馬、はい。祖母が馬なんて飼ってどうするのと聞くと、その叔父はですね、馬に乗って道を走ると言ったそうなんです。祖母はなんかおかしなこと言ってんなと思って真面目に取り合いませんでした。それから数日が経ち、馬の話もすっかり忘れた頃に、福岡にあるお寺で占いをしてもらうことが当時話題だったらしく、友人からの誘いで福岡まで占いを受けに行ったそうなんです。お寺で占いを受けようとした時にお坊さんにいきなりですね、あなたの息子さんと言われたそうなんです。祖母はですね、お坊さんからの急な発言に驚きながらも理由を聞いたそうなんです。いや怖いですよね、自分の息子がって言われたらね。急にそんな、ショックですよ。そしたらですね、お坊さんが言うには、祖母の背後に馬の生首が浮かんでいるらしく、お坊さんは馬の生首が叔父その息子さんに悪さをするということが分かったそうなんですと。このね、話を聞いた祖母がどうすればいいですかと聞くと、あなたの義理のお父さん、私の曽祖父なんですが、今すぐ呼んでくださいと言われたそうなんです。でその当時ね、あまり女性が男性に強く出られない時期で、ましてや義理のお父さんですからね、福岡まで来てなんて呼びつけるってとてもできないと。ちょっといろいろ気を使いますよね。ですよね。ただ電話をかけ、福岡に来てほしいとお坊さんが言ってることを伝えたんですが、なんで俺がと強く否定されてしまったそうなんです。当然、お嫁さんにね、急に福岡来てって結構な距離で、で否定はしてたんですけどもね、そこでお坊さんが馬のことについて何か心当たりはありませんかと聞いたら、急に態度が変わり、すぐに行くと言い出したそうなんです。馬の一言でなんか心当たりあったんですよ。態度がガラリと。その後、曽祖父が到着をし、お坊さんから二人きりにしてほしいと言われ、祖母は中の様子を見ることや曽祖父にどうなったのか尋ねることはできなかったそうなんですが、祖母が言うには、曽祖父は戦時中軍馬のお世話の仕事をしていたそうなんです。祖母は、あの人はね、あまり優しい性格の人ではなかったから、当時お馬さんに乱暴をして恨まれているようなことをしてしまったのかもしれないねと言っていました。その馬という一言で、これは行かなくてはと思う何かがあった、心当たりがあったっていうことかもしれないですもんね。ですよね、きっとね。でそのまさかの馬の呪いが、その方に行ってるんだっていう。そうさご本人ではなく、その血筋のその当時のその子供である、おじいさんにあたる方に言ってたっていう恐ろしい話ですね。何をしてたんでしょうね。そこでこう距離も超えて、そのお嫁さんからの連絡っていうちょっとこの面倒くささみたいなのも超えて、自分が行かなくては。馬の生首ということがね、何か馬にひどいことしてたのかなとかね。馬はちょっとその怖いって言いますからね、ちゃんとこう扱いも考えないと。お白様とかのお話がね、昔からこうあったりしますけれども、あれも馬の首をこう跳ねて切ってしまって、でそこにこう馬と添い遂げようとしていた娘がこう寄り添って一緒に天に登っていってっていう、確かに馬がモチーフになっているお話だったりしますけども、やっぱ人とこの馬っていうのは結びつきが強くて、絆で結ばれていたりする分、その馬の恨みを買ってしまうみたいなことって、もしかしたらものすごい恐ろしいのかもしれないですね。かもしれないですね。今ちょっとね、馬との距離ができてしまったかもしれないですけど、昔から言ったらね、もう本当に
ね、戦に行く時にはこう馬にまたがってっていうのもありますし、そうですね、はい、あとはこう馬を飼って一緒にこう農作業をしてとかね、はい、本当にこう人馬一体で、はい、やってたってなると結びつきもえあったんでしょうね。馬頭観音とかもありますけど。そうですね、はい、いや興味深いお話ですね、はい、いやありがとうございます。はい、さあ続いていきたいと思います。続いてはですね、ハンドルネームリンさんという方から送っていただきました。これちょっとはい、不思議なんですよね。はい、私の不思議な話、聞いてください。もう不思議な話と言ったらもう深津さんですから、はい、口角がもう上がって、はい、じゃあきっとこれ口角相当上がると思いますよ。紹介しますね。これは20年ほど前の話なんですが、はい、私がカフェにいるとかなりご高齢のおじいさんが一人でコーヒーを持って席を探していました。レジでね、カウンターでこうコーヒーをこう、ね、受け取って、はい、席空いてないかなってことなんでしょうね、はい、かなりご高齢のおじいさんが、足元がおぼつかない様子で店内が満席だったので急いで席をお譲りすると、優しいですねリンさんね。なんと素晴らしかったですね、はい、リンさん。お譲りするとありがとう、ところでこれ何かわかるかいと言って和紙で折った小銭入れを見せてくれたんで、これ小銭入れですよねと答えると、はい、若いのによく知ってるね、きっといいことがあるよと言われ、その場が終わったんです、はい、それから数日後、自宅のベランダに1円から500円まで小銭が並べられていて、不気味だなと思ったんですが、はい、そこから数日にわたり入れたはずのない自転車のカゴの中とかコートのポケットとかバッグの中に小銭が入っている駅の改札で小銭が落ちているのを何度も見かける。そんなうちに、もしかしてこの間のおじいさん小銭の神様だったんじゃないかと思うようになりました。ちょっと面白いですね。小銭の神様ってなんかすごいのかすごくないのかちょっと分かりづらいっていうか、巨万の富では小銭担当の神様です小銭の神様っていうね、はい、はい、それから10年が経ち引っ越しをしたんですが、ふとおじいさんのことが頭によぎり、あれは何だったのかなと思っていると、その数日後に玄関脇のエアコンの室外機の上に小銭がたくさん置いてありました。マンションの管理人さんに届けに行くと受け取れないとのことで、近くのコンビニで募金をしていたのですが、やはりそこにね、小銭で募金をしたらしいんですけども、本当に優しい方なんですよね。はい、素晴らしい方ですね。はい、やはり小銭の神様はいるのかもしれないと思った不思議な体験でした。面白いですね。いや、なんか私聞きながら、はい、その一つ、その可能性として、そのおじいさんがその自分のことを知っていて、住んでいる場所とかも分かっていて、でその実際に小銭をこう自分のこの家の近く並べに来たのかなとね、一回そういう想像もしてしまったんですけど、この方引っ越しされてるんですよね。引っ越しもしてそこにも小銭が現れている。そう、はい、だってあとほらそれ以外でもほらコートの中とか入れようがないですもんね。あと駅の改札でやたら見かけるとか、落ちてるのを見かける、はい、なんかね、ベランダだけじゃないんですよ。はい、でもその入れようがない、落としようがない場所にまで小銭が大量に発生する、これ小銭の神様です、ね。小銭の神様っていらっしゃるんですかね。やっぱね、八百万の神、日本はね、ありとあらゆる神様いますんで、小銭担当の、はい、やっぱりこれ何か分かる、小銭入れですよねっていうこのやり取りがすごい味噌っぽい気もしますよね。ここでもし別のものを答えてたらそれが現れてたのかなともちょっと思いましたね。でもやっぱり席を譲ったっていういいことをしたわけですよね。はい、ある意味こう恩返し的なっていう、親切にねすると、いいことが返ってくる。その時にこれ札束入れですよねってもし言ってたらねまた結果変わったんですかね。ビットコインですかいやー、ビットコインの神様会いたいっすね。ビットコインのこう所有権の QR コードがポンってベランダにこう、ビットコインの神様に10年ぐらい前に会いたかったっすよね。今爆上がりですもんね。ビットコイン入れですかね。怒られますから、小銭の神様。でもやっぱりリンさん優しいですね。これ全体的にね、募金したりとか、そういう方にねやっぱり神様って現れるんだなと思いましたけど、ありがとうございました。続いてゆったんさんです。ありがとうございます。
座敷わらしと会ってたんじゃないかというふうに実際に思ったお話です。16歳まで住んでいた実家での出来事。私は小学生に上がる前、実家から離れた保育園に通っていたため、保育園に近い祖母の家にずっと住んでいました。おばあちゃん家に、実家周り、だからその地域には友達が一人もいませんでした。だから遠くの保育園に通ってたから、ね、実家の近くには友達はいない状況だったわけですね。新1年生、初めての小学校の登校日ですね。全員が知らない子ばかりで、人見知りが激しかった私は友達の作り方も分からず、しばらく一人ぼっちで過ごしていました。実家での生活も慣れてきた頃、家の前でボール遊びをする私を仕事帰りの母が見つけて驚いていたんです。なぜなら母が見た光景は、私が一人で笑いながらボール遊びをしていたから。普段外では遊ばず、家でビデオや録画のアニメなどを見て母の帰りを待つ私が、外で楽しそうに、しかも一人で笑いながらボール遊びをしていたそうなんです。驚いた母は私を呼んで、なんで一人でボール遊びしてるのと聞くと、私は一人じゃないよと言いました。もともと実家は心霊現象が多かったんで、母は理解が早かったのか、私にもう晩ご飯にするから友達にバイバイして早く家に入ってきなさいと言いました。家に入ると、どんな服の子と遊んでたの？なんて名前なの？と母が聞いてきました。七五三で着るような服にカラカラなる靴、七五三で着るような服を着てカラカラなる靴を履いていた。名前はわからないが、学校から帰ってきたら声をかけられて、一緒に遊ぼうと言われたから遊んでたと私は言ったそうです。母は座敷わらしかなと言いました。当時の私は座敷わらしなど存在を知らず、ただ友達が久しぶりにできて嬉しかったことで、特に怖いとかなく楽しかったんです。その後もたびたびその子と遊んでいましたが、会える日がだんだん減っていき、気づけばその子に会うこともできなくなり、2年生3年生と学年が上がり、座敷わらしという存在を知り、当時のことを思い出し、会えないかなと学校帰りに一人で家の前でボール遊びをして待ったみたりもしたんですけども、二度と会うことはできなかったです。本当に座敷わらしかったのかどうか不明ですが、不思議な体験でしたという。いいお話ですね。簡単にイマジナリーフレンドですよねって言っちゃえば終わる話なんですけども、なんかそうじゃないとね、いうふうに考えた時にとてもね、ちょっとこういろいろね、なんか素敵な、温まる話だなって思いますね。その学校で友達ができなくって、で遊び相手もいない、普段一人で遊ばれていたこの子に対して一緒に遊ぼうと声をかけてくれた、すごい優しいこのね、誰かがそのお家にいたのかなと。そうですね。で2年生3年生と学年が上がって、どんどん見えなくなっていったって話ですけど、きっと最初はね、友達がいない一人ぼっちだったね、このゆったんさんも、きっとお友達がどんどんできてきて、遊ぶ相手ができてきたのと同時に消えていくっていうね、なんかそれを見届けていなくなっていったなんて思うと、なんでしょう、格好がね、七五三っていうちょっと現代ではないような感じもするんで、もしかするとご先祖様とかね、ちょっと昔の方で、がその一人の間に友達ができるまでの間、ちょっと相手をしてくれてたんじゃないかなとかね。ボール遊びをしてね。いや心温まるいいお話ですね。そうですね。ちょっと面白いですね。さあ続いてはですね、こちら5人目の方、バットツバメさんからですね。こちらはね、四十九日にまつわるお話だそうです。はじめまして、2年前に体験したお話を紹介いたします。私少し霊感があるんですが、今住んでいる団地で起きたお話なんです。私と同じ階に住んでいるおばあちゃんなんですが、亡くなってしまったんです。が、そのおばあちゃんが亡くなられてから四十九日までの間に不思議な体験がありました。このおばあちゃんはいつも共同通路で乳母車を押し、毎日リハビリをしていたんです。それが亡くなってからもそのおばあちゃんは共同通路でリハビリをしているんです。いつもリハビリをしている時間に通路を乳母車で押している音がするんです。
それだけならいいんですが、エレベーターで自分の階で降りたんですが、エレベーターの扉が閉まり上に上がっていったんで、上の階の人が使って降りるんだなと思って荷物を持って帰ろうかなと思っていると、またすぐエレベーターが自分の階で止まり扉が開くんです。ほう。でも誰も乗ってないんですっていう。誰も乗ってないのになぜこの階で止まって扉が開くのと思い、もしかしたらおばあちゃんがまだいるのかなとも思いました。これが49日まで続きました。でその後もですね、エレベーターと通路を歩く音は続きました。最初はびっくりしたけれどまだ未練があったのかななんて思いました。49日って何なんでしょうね。この世を亡くなられてしまって骨になって肉体を失われてもずっと生活をしているというような気配がするとか音がする。でもその49日を境にそれがなくなる。そうなんですよね。よくねこの封筒にってところで49日まではまだね御霊前、それを超えると御仏前っていうね、霊が仏に変わる仏に変わるっていうねところありますけど、なんか宗教的なただのこのね期間49日ですって決めてるだけと思いきや、なんかやっぱいろんな怪談聞いてるとぴったり49日ではないんですよ。だいたいこの49日50日平均すると近辺まで結構続くけど、それ過ぎると見なくなる聞かなくなるっていう、本当にここ境なんですよね。ありますよね。これなんでしょうね。亡くなられた方が49日という概念がどんなふうに出来上がったのか私は不勉強でちょっと知らないんですけども、そこまではいるんだと、ご霊前としているんだという考えがあったから49日という概念が後から乗っかったのか、はたまた自分たちの中に自分が亡くなったとして49日を超えたらあの世に行くんだという意識が働いているからこそ、亡くなった後49日が自分の中でも境になっていて、でこれ以上はみたいな感じで活動できなくなる、それこそあの世に行くみたいな。これどっちなんでしょうね。だから日本とかっていうのはね、もうその49日っていう概念がすごく浸透してるじゃないですか。今おっしゃったように亡くなった後に生きてた時の文化とか考えとか価値観っていうのが多分続いていくと思うんで、日本でその49日近辺でってなるのはなんか分かるんですよ。多分僕が亡くなっても49日まではいていいんでしょみたいな。で過ぎちゃったじゃあもうそろそろかとかっていうふうにみんなそれをなんとなく知ってるからその期間って分かるんですけど、海外のそれこそ欧米みたいな、その概念とかがないところでもこのぐらいでいなくなるっていうのがもし一致してるんだったら面白いですよね。いられるの50日説っていう、その気配とどまってるの50日説みたいな。でちょっと気になりますね。ちょっと海外の方法ってどうなのか聞いてみたいですね。仏教国ではない国で、いや面白いというか興味深いというか、エレベーターですよね。やっぱり乳母車でっていうおばあちゃんですから階段じゃなくていつもエレベーター利用していたんでしょうけどもね、亡くなった後もエレベーターきっと利用してるんだなという、お話でありがとうございました。さあ、最後ですね、6人目の方、ジャキオさん、女性の方ですね。送っていただきました。ありがとうございます。私も大学生時代に不思議な体験を何度かしていまして、その中の一つを紹介させていただけたらと思います。私は学生時代ホテルのレストランのウェイトレスのアルバイトをしていました。ホテルはちょっとおしゃれで部屋数が少ないというホテル。私は主に地下1階のレストランで働いていて、地下2階は婚礼会場、パントリー、従業員のトイレ、更衣室がありました。地下2階が婚礼会場で地下1階がレストラン、このレストランで働いてたと。仕事自体はそこで苦ではなかったんですが、食器洗いと従業員のトイレ掃除だけは本当にやりたくありませんでした。なぜなら地下2階トイレやパントリーがあるこの地下2階がとにかく怖かったからなんです。私は霊感がないので何か見えていたわけではないんですが、地下2階は電気をつけても薄暗く空気もよどんでいて、何か長くいたら変なことが起こるんじゃないかなと直感で感じていました。実際にパントリーで皿洗いをしていると視線や人の気配を感じるのは日常的。立てかけてあったパーテーションが勢いよく倒れてきたり、
誰もいないのに人の足音は普通に聞こえてくるんで、皿洗いをするときは大音量で音楽をかけて怖さを紛らわせていたんです。トイレはもっとやばいんです。ある日勤務終わりにトイレをしていると、トイレの入り口のドアが開く音がし、足音が隣の個室に入っていく、その音が聞こえたんです。誰か入ってきたんだなと思っていたんですが、そこからずっと静まり返っており、私がトイレから出ると誰も他にトイレに入っている人はいませんでした。びっくりして直線上にある更衣室に駆け込み、急いで着替えをして帰ろうかと思っていたところ、後輩が驚いた顔で入ってきました。ジャキオさん、今電話してました？誰かと話してましたよね？と聞かれ、いやもちろん電話もしてなかったんで、なんでと聞くと、更衣室の中から私の声の話し声が聞こえてきたと言うんです。二人して怖くなり、早々に着替え一緒にホテルを出ました。その後大学の同じ学部の友達をバイトに誘いました。その子は霊感があるんで、あのトイレやばくない？めっちゃ怖いねんけどと話すと、あそこはやばすぎると爆笑しながら友達が体験をしたという話をくれました。友達がですね、出勤前ヘアセットを従業員トイレの鏡で行っていた時、ふと鏡の方に顔を上げると、女性の生首が友達の後ろに映っていたんだそうです。他にも婚礼会場では人の体の一部、手首や足の幽霊が普通に視界に入るそう。そんな話を聞き、本当にここはやばいんだなと思いました。ちなみに他の従業員たちも元から霊感がない方でも、このホテルで働くと霊感が開花する方が多くみんな婚礼会場で人の体の一部の霊を見ると口を揃えて言っていました。他にも客室や屋上テラスでも女の幽霊や子供の幽霊を頻繁に見かける話を聞くんで、このホテル自体が心霊ホテルだったんじゃないかと思います。ただこのホテルで人が亡くなったとか自分が働いていた時まではなかったので、土地が良くないのでしょうか。ちなみにこちら、芸能人もよく泊まりに来る関西地区の有名なホテルですということです。ちょっとビップな、なんか高級ホテルなんでしょうかね。綺麗なところなんですね。行きたい。大丈夫ですか？だってここで働いてると霊感に目覚めちゃうんですよ。働きたいですねちょっと一回こちらでアルバイトさせていただきたい。いや、すごい話ですね。ここでそのいろんなことがもう相次いで、そこがもう心霊ホテルとして働いている方々の間ではもう出るよみたいなものだし、働いていると霊感に目覚めてしまうし、体験されている方も一人や二人ではない。で、婚礼会場で体の一部が見えるってすごいですね。だから結婚式の最中とかにもうすごいハッピーな空間でこうパッて手とかがこう出てきたりするわけですよね。確かに空気変わりますね。でもあれじゃないですかね、大体ほらね、キャンドルサービスとか、新婦のお手紙の時ってちょっとこう薄暗い感じになるじゃないですか。あとお色直しの登場とかね、スポットライターみたいな、ああいう時なんか増えてねえかみたいなことになるのかもしれないですねちょっと忘れられない思い出になっちゃいますね、そんなことだったら。キャンドルサービスとか怖いっすよね。確かに。でろうそくこう灯してくみたいな時に、暗いところでろうそく灯したらなんか見たことない顔がみたいな。いやそうっすよ初めての共同作業ですの時に3人じゃないみたいな添えてくるナイフ持つ手が3人になっているそこはねちょっと水ねいらずでこう邪魔しないでほしいですけどね。いや、すごいお話ですね。もうこの場所を知りたくてしょうがないです、私。関西方面の、有名人の方も泊まられる、結構有名らしいですね、このホテルね。まあだからどの地域かわからないですけど、地下ですよね。地下ってやっぱりなんか溜まってしまうっていう言い方をされる方もいますけども、あともしその土地自体が残影みたいな感じでこうね、何か良くない土地であれば地下っていうともうダイレクトですもんね。そうですよね。もう逃げ場ないですよね
土地そのものですもんね。建物はねこう取り壊したりとかしてこう変えられますけども、もう地下だったらもうそこってなりますでしかもほら足とかね、もんね。はい、そうバラバラのこのなんか手首とかパーツっていうのも気になりますね。何なんでしょうね。ちょっとなんか普通じゃないような感じがしますよね。起こる現象も。そうですね。みんな婚礼会場で人の体の一部の霊を見ると口を揃えて言ってるっていう。いやなんかちょっと嫌な想像しちゃったんですけど、この芸能人の方も泊まりに来るようなホテルってことはすごく立派な大きいホテルかなと思ったんです。でも客室はそんな大きくないって言ってました。でもおしゃれな感じでっていう。もうそれだけのこの立派な綺麗な建物を建てられる土地として空いてたっていうわけですよね。なるほどね。でそのいいところだったらもうすでに家が建っていてもおかしくないし、でもそこにこう住みたがる人がいなかったタイミングだったからこそそこにこのホテルができたわけで、そういうのを考えるとやっぱり土地的に何かある説がちょっと強くなってくる気がしますね。もしどちらかのホテルか分かりましたら、一番にこうちょっと、ぜひ、やめてくださいね。急に深津さくらがなんかホテルでバイトしてるってなったら、もうそこじゃんってなっちゃいますんで、もうこれ全部つながっちゃいますんで、結婚式場で、おめでとうございます。やったよね。関西でさ、本当にこう門出でさ、ね、もう結婚式行った時にパッと深津さんみたいな。階段師働いてんすかって言ったらここそうじゃんってなっちゃうんでもうそしたらもう結婚式どころじゃないですよね。あんまり表出ないさらに裏側の方で働いてくださいね。そうですね。じゃあずっとパントリーでお皿を洗わせていただく一番危ないですから、パントリートイレパントリートイレでね、ずっとそこを往復させていただきます。いやちょっと本当にありがとうございます。今回もですね素晴らしい会談ありがとうございました。今日紹介させていただきました6名の方、ステッカー差し上げますので2枚組です。概要欄にありますメールアドレスの方にタイトルステッカー係と書いて連絡先の方を書いてね、送ってください。ステッカーの方プレゼントいたします。そして引き続きですねこちらのアドレスの方に皆様不思議体験ありましたらどんどん送ってくれたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。いやありがとうございました。幸せな時間でした。またぜひお願いします。ありがとうございます。さくらさんお化け座、お化け座のね YouTube チャンネルもありますし、あと今年からね音声の番組も始まりました。深津さくらのディープな怪談という、ラジオ形式の、番組毎週やっておりますのでぜひそちらもチェックいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。今回は投稿怪談ゲストに深津さくらさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。